今回はタロットカードの8枚目、戦車のカードの意味をもとにお話ポンが独断と偏見で現代調にアレンジしました。どうぞ最後までお楽しみください。それではシリーズタロットカード物語アルケミア第8話スタートです。カードナンバー7、戦車。これは俺が中学生の頃の話だ。小学生の頃はいじめなんて俺には関係ないと思っていたし、毎日が楽しかった。ところが中学に上がって1ヶ月が過ぎた頃から俺はいじめを受けるようになっていた。原因が何なのかなんてわからない。別に心当たりもない。小学校時代と同じようにみんなと仲良くしていただけなのに、どうしてか気がつけばいじめの標的だった。そのいじめも最初は小さなものだった。気にしなければそのまま冗談として流せるような、そんなものだったんだ。ところが徐々にいじめはエスカレートして、上履きがなくなり、机には落書きがされ、シカトされ、そしてサンドバッグとなった。気に入らないから殴る、スカッとしたいから殴る、学校にいながら買い物を言いつけられ、断れば殴られ、買ってきても遅いと言って殴られた。そんな毎日にもう嫌だと思い、学校に行くことをやめたいと思った。だがどうしたらいいのかわからない。中学1年なんて小学生に毛が生えたくらいのもんだ。どうしたらいいのかなんて考えられやしない。気がつけば学校に行かないとならないと思いながら公園でぼんやりとしていた。そんな日が何日も続き、学校から親に連絡が入った。当たり前のことだ。連絡もせずに学校に行かなかったら、学校側だって親に連絡するだろう。そんなことも考えられないほど切羽詰まっていたのかもしれない。学校から連絡が行くと、母親は心配し、俺に何があったのかと聞いてきた。買ったばかりの真新しい制服はヨレヨレになって、あちこち穴が開いていたり破られた跡もあるんだから、いじめを受けていることは歴然だ。だから母親はそのことを俺に聞いてきた。だがそれを言って母親が学校にいじめの件を報告したらどうなる。それで先生がいじめているやつらに言ったら、俺は余計にいじめに遭うんじゃないかと、それが怖かった。だから母親には何も言わず、ただただ黙っていた。何もないなら学校に行けと言われるが、行こうとしても朝になると胃が痛くなる。最悪熱が出ることもあった。学校に行かなくていいと言うと途端に熱が下がるんだ。不思議なもんだよな。母親は俺の体調を考えてくれて、熱があるなら仕方がないと学校に休む連絡を入れてくれたが、問題は父親だった。父親は俺にどうして学校に行かないのか、一体何があったのかとじっと俺の顔を見つめて目を離さなかった。それでも理由を言わない俺を父親が経営している柔道の道場に連れて行った。そして何があったのかは聞かないことにする。しかし理由を言わない以上、学校を休んでいいという理由にはならない。どうしても不登校を選択するというのであれば、父さんを倒してみろ。それができたら学校には行かなくても構わん。と言ったのだ。黒帯の父親を
柔道なんて全くやったことのない俺に倒せるはずはない。何度柔道をやれと言われても絶対に嫌だと逃げ回っていたのだから、それも仕方のないことだが、なんと理不尽な要求をしてくるのだろうと思った。だがここで泣き叫んでも許されるはずはないし、だからといって学校には行きたくない。そこで俺は必死に父親にしがみつき、父親を倒そうと試みた。もちろん結果は惨敗だ。翌日から俺は殴られるために学校に行き、学校から帰ると道場に足を運んだ。どんなに練習しても一向に上達しない自分を歯がゆく思いながらも、それでも必ず父親を倒して学校に行かずに済む日が来るのだと思い込もうとしていた。その日が来たら毎日の恐怖ともおさらばだ。学校の行き帰りは走り、寝る前には腕立て伏せなどの運動を欠かさなかった。考えられることはすべてやった。しかしどんなに青あざを作って稽古を積んでも、父親は大きな山のように俺の前に立ちはだかった。何度も何度も挑んだが、何度も何度も叩きのめされた。こうして半年、俺はもう無理だと諦め出していた。そんな時、俺の兄が俺の様子を見に帰ってきた。兄とは10歳の年の差があり、大学に進学する時に寮に入るからと家を出た。そのため俺は8歳の頃から一人っ子のような生活だった。兄といってもあまり話もしていないし、この5年間全く帰ってこない兄を兄弟とも認識していなかった。その兄がひょっこり帰ってきたのだ。よ、柔道の稽古だって？兄は大学を卒業して社会人になっていたせいか、やけに大人びて見えた。うん。道場の真ん中で一人ぼんやりと佇んでいた俺は、兄の突然の訪問に驚いていた。兄ちゃん、急にどうしたの？お前が柔道に目覚めたって聞いて様子見に来たんだよ。全然帰ってこなかったのに。いろいろあるんだよ、大人ってやつは。それよりどうしたんだよ急に。別に。お、反抗期真っ只中の言動、かっこいいね。茶化すんなら帰ってくれ。茶化してるわけじゃねえよ。何があったのか話してみろよ。話したところでどうなるものでもない。本当のことを話して解決するならとっくに話している。けど話しても何も変わるはずはないのだ。そっか、親父を倒したら学校に行かなくてもいいってことなんだろう。どうやら母親から話を聞いているらしい。ならばどうしたなんて聞かなくてもいいじゃないか。俺はなんだか余計に腹が立った。ところが腹が立っているはずなのに、どうしたことか涙が流れた。お前さ、どうせ勝てやしないって投げやりになってないか。驚いた。確かにその通りだ。こんなに練習しても父親を倒すことができないどころか、うまくもならないのだ。俺には柔道の素質がないのではないかとさえ思える。学校に行くのもつらいのに、その上道場で他の生徒と自分を比べ落ち込まないはずはない。できることなら家を出てどこかに消えてしまいたいくらいだ。本当に強くなりたいなら、まずは自分に勝つことだな。強くなるための秘訣を教えてくれるのかと思ったら、自分に勝てという。一体何が言いたいのかわからない。どうせ俺なんかとか、俺は素質がないとかって
自分に言い訳してるうちは上達は見込めないんだよ。本当に強くなりたいなら、まず自分の中の敵と戦え。自分の中の弱い自分が最大の敵なんだよ。そいつを叩きのめすことができたら、お前は強くなるよ。兄ちゃんもそうなの？俺だけじゃないよ。誰でもそうなんだよ。そうだな。社会人になって思うことがあってさ、仕事していると結構辛いことなんて多いんだよな。そんな時に弱気になって泣いてても絶対にいい方向にはいかない。だから弱気の自分を叩きのめすのさ。お前もやってみ。自分の中の敵と戦うのが一番の早道だからさ。兄はそう言うと道場を出て行った。俺は出て行く兄の背中を見つめながら、兄は兄で戦っていることを知り、俺も自分の中の敵と戦う決意をした。それからは父親を倒すことよりも自分の弱さを叩きのめすことに尽力した。俺にはできないとか、俺には無理だとか、そんなことを少しでも思ったら全てを打ち消すように稽古に励んだ。こうしてさらに2ヶ月ほどが過ぎた時だった。学校に行くと俺をいじめている連中から呼び出しがあった。どうせ買い物を言いつけられるかサンドバッグにされるかだろうと思ったが、ここで諦めたら負けだと思った。いじめに屈しているのもそれも弱さなんだと自分に言い聞かせた。ところが案の定だ。おい、むしゃくしゃするんだよ。主犯格の男がそう怒鳴った。そこに立ってろよ。今からお前のこと殴ってやるからさ。ああ、またか。俺はそう思ったが、今までのように殴られっぱなしは嫌だと思った。俺は悪くないし、何もしていない。それなのに、意味もわからずに殴られるなんて受け入れることができなくなっていた。相手はニヤニヤと笑いを浮かべながらパンチを繰り出してきた。今までの俺なら目をつぶり、相手のパンチを体を小さくしながら逃げることもできずにいたのだが、今日の俺は違った。相手の繰り出すパンチをじっと目を開けて凝視した。すると不思議とまるでスローモーションのように相手のパンチが見えるのだ。俺はそのパンチを難なく避けた。そのせいで相手は前のめりに転びそうになったのだ。相手は驚いていたし、周りの連中も唖然としていた。が、それ以上に俺が驚いていた。今までは相手のパンチがやたら早く見えて怖くてたまらなかったのに、今はそのパンチが緩やかに見え、まるで小さな子供ががむしゃらに殴ってくるようなイメージだ。相手は腹立たしそうにさらに殴ってきたが、俺はすべてをひょいひょいと避けることができた。そしてうるさいくらいに繰り出してくるパンチをかわした瞬間、俺はその腕を取り、背負い投げで相手を地面に叩きつけたのだった。まさかのことに誰もが驚き固まった。その後も他の連中が殴りに来たが、俺は全部かわしたり殴り返したりすることができた。もちろん柔道を習っているのだから、相手を柔道の技で叩きのめしたらそれは犯罪行為だ。だがこれは喧嘩だ。殴ってくるから殴り返す。ただそれだけだ。こうしてやつらは強くなった俺に恐れをなして逃げるようにいなくなった。その場に一人残された俺は一つもパンチを受けていないことに狂気した。散々いじめを受けて殴られてきたが、もう二度とあの恐怖を味わう必要がないのだ。それほど俺は強くなったのだ。とうとう自分に勝てたのだと思った。それでも父親に勝てたかというと、そんなことはなかったが、
俺はそばに置いてあるケースから光り輝くメダルを取り出すと、それを手にした。でもあの時の父親のむちゃくちゃな指導のおかげと兄の言葉のおかげで、俺は今このメダルを手にすることができるんだよ。オリンピックのメダル？ああ、そうだよ。あの人には勝てないと思っていたけどな。オリンピックで金メダルを取ったのは俺で、あの人はオリンピックにも出ていないから、その点では勝てたと言ってもいいかもしれないな。俺は笑ってそう言った。あの人ってお父さんのお父さん、おじいちゃんだよね。うん、そうだよ。俺は小さな息子に微笑みを浮かべながらうなずいてみせた。今息子は学校でいじめに遭っている。それはきっと辛く苦しく悲しい毎日だろう。だが俺が生きてきた道のりと同じように息子も強くなってくれると信じている。わかったよ。僕もお父さんみたいに強くなりたい。それでいじめてくるやつをやっつけてやるんだ。そのために僕は自分の中の弱い自分と戦うよ。うん、その意気だ。頑張れよ。息子は勢いよく立ち上がると、受け身の練習をするため道場中央へと走っていった。俺はそれを見ながら今は亡き父にこうつぶやいた。親父、俺はあんたを超えることができたんだろうか。できてないとしても弱い自分には勝てたよな。俺は金メダルをケースにしまうと、道場内の生徒に稽古をつけるために道場中央へと歩き出した。いかがでしたでしょうか。このカードは自分の弱さに負けず、心の内にある敵に打ち勝ってこそ真の英雄になれることを暗示しています。また見通しが暗いと感じても諦めないで、今が忍耐の時であると告げています。面白かったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それでは次のお話でまたお会いしましょう。